ごきげんよう、上川カールです。今回取り上げる話題は、ジャニーズ事務所による長年にわたるレイプ犯罪に対して、現在でもなお、ジャニーズ事務所が、この問題に真摯に対応していないのではないかといった話題を取り上げようと思います。今回主に取り上げる話は、ジャニーズ事務所の現在の経営陣、特に株式を全て持っている藤島ジェリー景子氏が、社長は辞めるんだけれども代表取締役は辞めませんよ。そして、ジャニーズ事務所という名前も、もしかしたら変えるかもしれないけれども、今のところは変えないという態度をとっているのは、なぜなのか。そのあたりについて、週刊誌の追及などが激しさを増しているようです。その中でも目を引いたのが、なんで代表取締役を辞めないのか。その理由というのが、巨額の相続税を逃れるためではないかという話が出ています。責任を取るべき人物が、株式すべてを牛耳った状態で代表取締役であるならば、何の変化も起こってはいません。しかし、そのような変化がない状態にもかかわらず、あたかも被害者救済に乗り出すかのようなポーズだけは取っていることから、かなり実態とかけ離れたえげつなさを感じてしまいます。テレビでの報道もいきなりトーンダウンしているのをちょっと感じる今日この頃なのですが、週刊誌においては追及がまだ続いているようなので、巨額の相続税を逃れるために代表取締役を続けているのではないかといった話について見ていきましょう。ジャニーズ性加害問題。ジュリー氏、代表取締役残留は相続税支払い免除のためだった。国税庁関係者は被害者やファンを馬鹿にした話。9月7日の会見で、ジャニーズ事務所の藤島ジュリー景子氏は社長からの引責辞任を発表した。だが同時に、性加害の保障への取り組みを理由に代表取締役の留任を明かしていた。会見に先立ち、外部専門家による再発防止特別チームは、性加害問題の背景に同族経営の問題があると指断した上で、ジュリー氏は代表取締役社長を辞任し、解体的出直しを図るべきだと提案していた。なぜそれでもジュリー氏は代表取締役に居座ったのか。その主な理由が、ジャニーズ事務所が事業承継税制の特別措置で税優遇を受けられるためだったことが週刊文春の取材で明らかになった。ジャニーズ事務所も事業承継税制の特例措置を申請し、適用されていると認めた。ジャニー氏が逝去したのは2019年7月。その後、ジャニーズ事務所の株はメリー氏とジュリー氏の2人で分け合い、その後メリー氏が亡くなると藤島ジュリー氏に全ての株が渡ることとなった。専門家が同業他社などの株価を勘案し、ジャニー氏が亡くなった時点での1株あたりの評価額を約200万円とした場合、ジュリー氏が納めるべき株に対する相続税は約860億円と推計できるという。だが、驚くべきことに、この巨額の相続税をジュリー氏は一切支払っていない。事業承継税制の特例措置を申請し、相続税の支払いを免れているからだ。税理士の板倉氏の解説。近年、後継者不足や後継者の重い税負担を理由に、黒字廃業する中小企業が後を絶たない。そこで国は2009年から中小企業の事業承継を後押しするため、事業承継税制を導入しました。2018年にできた特例措置が適用されれば、株式の相続税や贈与税の納税が猶予され、実質ゼロにできるのです。ただし、ジャニーズ事務所が事業承継税制の特例措置で税優遇を受けるためには、ジュリー氏が代表取締役の座に座り続ける必要がある。相続税をゼロにするには、申告期限の翌日から5年間、代表取締役を務めないといけません。また5年後以降は、株を継続して保有する必要がある。この税優遇の目的は、後継者が事業を円滑に次世代につなぐことを条件に、本来かかる税金を全額免除しますよというもの。なぜ5年間かというと、後継者育成に最低5年は必要とされているからです。ジャニー氏が亡くなった際の相続税の申告期限は2020年5月。そこから5年間、つまり2025年5月まで、ジュリー氏は代表取締役を務める必要があるのです。制度の適用対象は非上場の中小企業だ。年間の売上が1000億円を超えるジャニーズ帝国は中小企業と言えるのか。サービス業の場合、従業員100人以下もしくは資本金5000万円以下のどちらかに該当すれば適用対象となる。ジャニーズ事務所の社員数は200人以上とされますが、資本金は設立以来ずっと変わらず1000万円に設定されており、中小企業扱いとなります。もし今回、ジュリー氏が代表取締役を辞任していたらどうなったのか。精神疾患や要介護認定を受けるなど、やむを得ない事情を除き、
特例措置の認定が取り消しになる。それまで猶予されていた相続税に利子分を加えて納税しなくてはいけません。ジャニーズ事務所の同制度利用について、国税庁関係者は被害者やファンを馬鹿にした話と憤る。ジュリー氏が代表取締役を留任した最大の理由は、税金逃れに他ならない。このまま彼女は性加害の被害者保障を名目に2025年5月まで時間稼ぎをするつもりでしょう。もちろん事業承継税制を申請すること自体は何ら違法ではないが、きちんと会見で説明すべき。税逃れを隠して被害者への保障救済へと目的をすり替えるのは悪質な手口と言わざるを得ません。ジャニーズ事務所に尋ねると、事業承継税制を受けているのは事実ですと認めた上で、次のように回答した。中小企業が事業及び雇用の継続等を行うための事業承継税制であり、当社は雇用を維持し、事業を継続しております。法律事務所、会計事務所と協議し、事業を継続するためには、どのようにするのが一番良いか話し合った結果であり、税金逃れと言われるのは大変遺憾です。相続税の額が860億円かとの質問には違いますと答えている。その他週刊誌による関連記事、現代フラッシュでは、ジャニーズのファンクラブ会員が全部で1300万人、年会費が4000円なことから、ファンクラブからの収入は520億円あると推計しています。なお、このファンクラブの会員数なのですが、チケットを取るために名義貸し、いわゆる家族の名前を使ったものも含まれているため、このぐらいの人数に膨れ上がっているだろうと言われています。また、その他ニューズポスト7においては、ジャニーズ事務所の保有不動産の資産価値は500億円程度あり、自社ビルなどに入って事業をしていることから、運営上大きな出費というものがある程度抑えることができているだろうと予測されています。相続税逃れという批判は当たらないというのがジャニーズ事務所の言い分です。確かに、彼らの言い分の通り、何か違法なことをしているかといえばそういったわけではありません。例えば売上が1000億円あったとしても、資本金が非常に小さいんだから、私たちは大企業ではありませんというふうに名乗るのは、一応ルール上には当てはまるのです。例えば経営が行き詰まった会社などにおいては、もともとは大企業なんだけれども、資本金を大きく下げて中小企業扱いとなり、それに伴うメリットを最大限享受しようとする会社などもあります。例えば以前であれば、シャープがそのように、もともとは資本金もたっぷりあったものを一気に中小企業レベルまで下げたといったことなどがありました。しかし、ジャニーズ事務所の場合だとそうしたもともと大きな会社が傾いたといった話ではなく、中小企業のままで居続けた方が都合が良いから売上がどんどん増えていったとしても、中小企業の体裁のままで居続けたというのが実態でしょう。それに伴って今回のような巨額な相続税を逃れることができるというのであれば、これは制度上の問題としてルール改正もしくは何かしらの規制条件などを付け加えるべき話だと思います。そしてジャニーズ事務所は常習レイプ犯の名前であるジャニーの名前をそのまま残すという判断をしていて、これに対する批判も様々あります。特に国際的なビジネスを行っている会社などは、今の状態であれば、ジャニーズ事務所に所属しているタレントとの CM 契約などはできないとして、取引を打ち切った大企業なども数多く報道されています。こういったこともあって、ジャニーズ事務所としては、会社名について変更する可能性があることを示唆しています。しかし、今回追及されているような話のその本質から言えば、会社の名前を変えたとしても結局は、創業系一族でこの会社の実権を握り続けるために株式は手放さないでしょうし、また今回の相続税を払わないで済むようにするために代表取締役のその座を降りるということもまたちょっとないかなと思います。では今後ジャニーズ事務所がどのようなことをするかについては予測が立てられています。まず第一にジャニーズ事務所の名前そのものについては変えるとしてマネーロンダリングの手法を採用するのではないかと言われています。マネーロンダリングの手法というのは現在のジャニーズ事務所は人権問題もあって企業からしてみれば取引ができない。この状態というのは引き続き変わらないわけですから、全く別の会社を作ってその会社にタレント等を全て移籍させて全く新しい見綺麗な会社ですよという体を取ることで、これまで通り CM などに使ってくださいというビジネスを再開する手法です。この場合だと残った会社には
タレントがいないわけですから、実質的にやることといったら、被害者救済のための活動ぐらいしかありません。しかし、だからといって問題が全て解決するかといえばそうではありません。先ほども述べたようにマネーロンダリングの手法を使うという話をしました。新しい会社と古い会社において、例えばお金を吸い上げるスキームというものがあるのです。例えば、ジャニーズ事務所が保有している不動産に新しくタレントが所属する会社を入居させるという形式を取れば、賃貸収入は古い会社の方へと入りますし、同じようにファンクラブの収入についても、グループ会社などが運営していますよという体を取れば、そこから上がってくる売り上げを従来の会社に流すといった手法も十分取れるわけです。そのような様々な手段を尽くして、タレントが所属する新しい身綺麗な会社からどんどんとお金を吸い上げて、創業家一族が全ての株式を保有している会社へとお金を流してくる。利益をがっちりと保持することができる。そのような仕組みというものが作られる可能性があります。ですから、性加害問題について調査した人たちの提言にもあったように、解体的出直しをするというのであれば、創業家の人たちが株式を全株持っているという状態そのものを完全に解消し、グループ企業すべてから身を引くといったようなことをすることこそが、性加害問題に対する真摯な向き合い方だと私は思います。今回ようやくジャニーズ事務所の性加害問題を真正面から捉える放送局なども出てきていますが、どうしてジャニーズ事務所において常習的なレイプが行われていたにもかかわらず、タレントを使い続けていたのかという問題に対して、あるテレビ局の関係者は証言として、女性に比べて男性に対する性暴行に関して人権意識が全く薄かったなどといった話などをしています。それはある一つのテレビ局関係者の話だったのですが、日本社会全体でもそのような傾向があったとしたら、それはまた恐ろしいことです。しかし、そのような男性だからレイプしてもいいなんていう話は日本全体では全く存在しない話です。つまり、テレビ局の中だけでそのような特殊な考え方といったものが広がっていることが考えられるわけで、その特殊性には国際的な感覚から言えば人権意識がかなり低い状態だと言わざるを得ません。今回の話、最初の方に戻りますが、レイプを繰り返していた、まさにその当事者が会社のトップであり、そのトップと同じ一族が現在でも全ての株を保有して代表取締役に居続ける、社名も変えないといったところから、この問題に対して真摯に向き合うそのつもりがないことをこの会社は示したのです。テレビや雑誌、様々な媒体においてこのような会社との取引を続けることは、少なくとも国際的な基準から言えば全くありえないということをぜひとも自覚してほしいものです。というわけで今回はジャニーズ事務所の問題の一つとして、なぜジャニーズ事務所の株式を全て持った状態のままの人物が経営陣に残り続けているのか、その原因として考えられるのが相続税を全て逃れるためだったのではないかといった記事についてご紹介しました。ジャニーズ事務所の今後の問題がようやく大きく報じられるようなことになった。そしてそのようなことになった背景としては、芸能界を取り巻く様々なテレビ、新聞、雑誌、そしてこれらのタレントを使用した様々な企業も人権意識が低かったと言わざるを得ず、そしてそのことは他の事務所でも同じようなことが起きていないか、男女関係なく性的な加害者たちが未だ仕事をしているのではないかといったことなども含めて、もっと積極的に警察は動いてほしいものです。この問題ちょっと恐ろしい見方ですが、子供たちの親は本当に知らなかったのか、知っていて子供たちが暴行されるのを黙って見ていたのか、そういったことについてももうちょっと取材を進めてほしい部分です。あなたは今回の話どのように思われたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見よったら評価ボタンのクリックとあなたの感想コメントよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。